どうも、ベイベットチャンネルです。本日は、大会で活躍するブレードたちの弾き性能について100回戦で徹底検証してみた。まず、私が考える弾き性能とは、エクストリームダッシュを使わなくても、相手を大きく弾き出せる性能を指して使っている。要は、ダッシュを使えば、どんなブレードでも相手を吹き飛ばすことは可能なので、それを弾き性能としては見ていないということだ。この動画を見て、ブレードごとの弾き性能が分かれば、オーバー、エクストリームフィニッシュの確率を上げることができ、他にも弾き性能に合わせたカスタムやシュートの参考になると思うので、ぜひ最後まで見ていってくれ。第1回の今回は、大会での採用率が高いドランバスター、エアロペガサス、フェニックスウィング、ティラノビートの4つのブレードで検証を行い、第2弾の検証では、話題のブレードも含めた、ホエールウェーブ、コバルトドラグーン、コバルトドレイク、シャークエッジの4つで検証を行う予定だ。しかし第2弾はおそらくフリーボールビットの検証動画の後になると思うので、チャンネル登録して待っていてくれると嬉しいぞ。まず今回の検証の詳細を説明していく。検証に使うブレードたちはある程度使い込んだもので検証を行っていくぞ。新品のブレードの方が角が立っている分、弾き性能は高いと考えており、実際に私はアタックブレードに関しては大会用として未使用に近いブレードを別で用意している。しかし多くのブレーダーは一つの相棒ベイで運用していると思うので、みんなにとって再現性の高い検証になるよう、今回は使い込んだブレードを使って検証していくぞ。集計方法については、今回は獲得ポイントは集計せず、エクストリームラインを超える、もしくはエクストリームラインに強くぶつかるような大きい弾きが何度発生したかをカウントしていく。そして単純に回数だけで集計してしまうと、スタミナが低いドランバスターの成績が悪くなり、公平な評価ではなくなってしまうため、合計弾き回数割る継戦時間で1秒あたりの弾き回数を計算し、公平な評価を行っていく。簡単に説明すると、1秒間あたりの弾き回数が純粋な弾き性能で、合計弾き回数は持久力も考慮した弾き性能ということだ。他にもそれぞれの継戦時間の半分をベースにバトルの序盤と終盤に分けた集計も行うので、回転が弱まってきても弾く可能性がどれくらいあるのかについても分かる検証をしていくぞ。カスタムについては今回の検証ではノイズとなってしまうエクストリームダッシュが発生しづらく、ロッドボールと同じボールビットを採用し、ラチェットについてはブレが弾き性能に影響しないよう、それぞれバランスの取れるラチェットを採用しているぞ。まずはドランバスター。トップクラスの弾き性能と名高いブレードだが、今回の検証で本当の性能を調査していく。変重心によってブレード形状の弾き性能に加え、振り子のようなエネルギーも加わることで攻撃力が高い反面、スタミナが最も低い特徴がある。変重心は弾き性能検証においてはノイズになるため、他のブレードではバランス調整を行ったが、どのラチェットを採用しても変重心を解消することはできなかったため、最も緩和できた160を先端に向けたセッティングで検証していくぞ。25戦やってみた結果は、トータル弾き回数は69回、1秒あたりの弾き回数は 0.22 回という結果となった。次はエアロペガサス。滑らかな形状の3枚バタが、個人的にはフェニックスウィング以上、ドランバスター未満の弾き性能だと評価している。ドランバスターよりも1秒あたりの弾き回数は低いと思うが、外重心によって持久力が高いため、トータル弾き回数は多くなるのでは、と予想しているぞ。
25戦やってみた結果は、トータル弾き回数は71回、1秒あたりの弾き回数は 0.1 回という結果となった。続いてはフェニックスウィング。攻撃、防御、スタミナの全てが高水準でバランスが良く、どんなカスタムでもある程度の仕事をしてくれる優秀なブレードだ。発売当時はトップクラスの攻撃力として評価されていたが、ユニークラインをはじめとした数々のブレードが追加されてきた今では、どれくらいの順位になるのかを検証していくぞ。25戦やってみた結果は、トータル弾き回数は53回、1秒あたりの弾き回数は 0.08 回という結果となった。最後はティラノビート。滑らかで大きい2枚刃に多くの突起を持つ形状をしており、個人的には弾き性能は高くないと評価しているが、大会での採用率が高いブレードだ。37g を超える重たいブレードは、発売当時はトップクラスだったが、今ではホエールエイブやコバルトドラグーンなど、他にも重量級ブレードは増えてきている。もし弾き性能が高くなければ、ティラノビートである必要はないと考えているため、どんな結果になるのか検証していくぞ。100戦やってみた結果の弾き性能ランキングは、1位はドランバスター、2位はエアロペガサス、3位はフェニックスウィング、4位はティラノビートという結果となった。やはりドランバスターの弾き性能は圧倒的で、かなり低いスタミナにもかかわらず、2位のエアロペガサスに倍以上の差をつけ、高い弾き性能を証明することができた。一方、スタミナも考慮した弾き回数ランキングは、1位はエアロペガサス、2位はドランバスターということで、エアロペガサスの方が弾き性能は劣るが、高いスタミナを生かして弾き回数を稼ぐことで、オーバーを狙えるチャンスはドランバスターと同等かそれ以上という結果となった。なので、エアロペガサスをフラット系ビットなどスタミナの低いカスタムにしてしまうと、弾き性能を活かしきることができなくなってしまうため、ある程度スタミナを確保できるビットを選ぶのがおすすめだ。続いて、バトル序盤と終盤の弾き性能の変化についてもまとめていくぞ。回転力の高いバトル序盤の弾き性能については、ドランバスターは約3秒に一度大きい弾きが発生し、エアロペガサスは 5.3 秒に一度、フェニックスウィングは 7.4 秒に一度、ティラノビートは10秒に一度しか発生しないことが分かった。フェニックスウィングは弾き性能、弾き回数ともにバスターとペガサスには及ばなかったが、おそらく全ブレードの中では上位の方だとは思うので、第2弾の検証を行ってから詳しく評価しようと考えている。現時点ではエアロペガサスを持っていない場合の採用や、第2のエアロペガサスとしての採用という立ち位置になってしまうだろう。そしてティラノビートに関しては、やはり弾き性能が低いことがわかる結果となった。アタック系のカスタムで運用するのであれば、素直に別のブレードを使った方がいいだろう。しかし今回の検証の中でバランス調整をしたティラノビートは持久力が異様に高くなることが判明した。最も長かった継戦時間は1分を超え、エアロペガサスすら凌駕するスタミナを発揮した。弾き性能の低さは自分が弾き出されるリスクも低いということのため、ディフェンシブなデッキ構築が好きなブレーダーはティラノビートをしっかりと調整して、ディフェンスやスタミナカスタムの採用もありだと感じたぞ。次回の動画はフリーボール検証を予定しているが、その次に弾き性能検証第2弾を予定しているので、ぜひチャンネル登録して待っていてくれ。ではチャンネル登録、コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。